おいしい海鮮丼、海鮮天国、寄り道山岡屋の朝ラーメン、最後まで見てねえ。約1年ぶりに静岡へ。焼津魚センターは美味しい海鮮がたくさん、1泊2日たくさん食べて満喫します。今回は静岡へ仕事ついでに1泊。まずは四日市の山岡屋で朝ラーメン決めていきます。前に山岡屋のショート動画で言った気がするけど、替え玉よりも大盛りがおすすめ。替え玉するとちょっと水っぽくなる。今回は背脂変更はポイント交換できるので食券は購入せず、日曜日の朝10時、さすがに空いてます。朝ラーメンは麺が細いので着丼が早い。朝ラーメン中盛りのチャーシュー増し、麺普通、味濃いめ、油多めの背脂変更がこちら。実は山岡屋のラーメンで一番好きなのがこの朝ラーメンかもしれない。ちなみに2番目は特製味噌ではなく普通の味噌。この食べる時の丼の向き、これはちゃんとカメラから見て正面に。斉藤文蔵チャンネル見て学びました。ありがとう文蔵さん。まずスープはレギュラーメニューよりは少しさっぱりめに感じる塩味のスープ。チャーシューはレギュラーメニューと同じやつ。レギュラーメニューと一番の大きな違いはこの細麺。この麺が思った以上にサラサラ食べられる秘密かも。普通の塩やプレミアム塩豚骨とはまた違う美味しさがここにあります。ショート動画や TikTok ではみんなの嫌われ者だったこの海苔の上に鎮座する梅肉抜きで注文する人も結構多かったけど、僕は抜かずにとりあえず浮かべておきます。ただしスープには絶対に混ぜたくない。このチャーシュー本当に大好き。麺を食べ尽くしたところで海苔と梅肉を食べちゃいます。酸っぱいけどお口すっきり。ごちそうさまでした。四日市から焼津魚センターへ移動してきました。四日市から約200キロ、大阪から320キロ走ってきて、現在のバッテリー残量は 14%。 お買い物しながらテスラスーパーチャージャーで充電しておきます。大阪出発した時 70% ぐらいでした。燃料高騰してますが、私は後丸4年間イーロン・マスクがおごってくれます。ちなみに充電料金はスーパーチャージャーで0から満タンにして約4000円。家での充電なら契約プランによりますが2000円ちょっと。それでだいたい550キロほど走行可能です。中に入るなりすぐに美味しそうなお店が。日曜日なのでそこそこ混んでて、駐車場も8割くらい埋まってました。実はこの翌日清水の観光市場も行ったのですが、結論を先に言っちゃうと個人的には断然焼津惜しい。全体的に価格設定が安く、特に海鮮丼なんかは2割以上価格差感じたかな。あと程よく味のある市場で、お店の人の活気も焼津の方がある気が。ベトナムなんかの東南アジアの市場が好きな人は絶対焼津の方が好きになると思います。清水は設備はとても綺麗で、
いかにも現代風、良くも悪くも現代風すぎる。市場内の配置はこんな感じ。お出汁のシーンができるのでやってみます。全部すごく美味しそう。まずはかきだし。柿の風味がすごい、かなり濃厚なので柿が苦手の人はダメかも。一通り全部試飲させてもらって、個人的な1位はこの昆布。あと別枠で最強に気に入ったのはこのつゆ。これがめちゃくちゃ美味しすぎた。そばつけて食べたい。後で買うつもりだったけどすっかり忘れてしまってたな。家用にもお土産にしても喜ばれそう。謎のキャラたちのくじ引き。4頭はもう日本にはいないパンダ。ソフトクリームにマグロ入ってるけど大丈夫そう？柿も食べられるみたいだけど他県産なのでここで食べなくてもいい気がする。ここにはポップコーンの試食。今は誰もいないけどこの後大量の人が群がってました。確かトミックの動画でこっちの少し離れた場所にあるお店が美味しいって言ってた記憶。確かにここはめちゃくちゃ気になる感じでした。場内戻ってきて気になるお店発見。価格がリーズナブル。あと2時過ぎだけど結構お客さんが食べてる。第2候補にします。ここには大型の食堂が。メニューは写真がたくさんあって分かりやすい。ただこれ食べたいってなるものはなかったかな。再び場内へ。ここのお店めちゃくちゃ推しが強い。1個より2個、2個より3個買うとどんどんお得になるシステム。結果をお伝えすると明日ここで買います。第2候補のお店に戻ってきました。食券買ってから座るシステムでキャッシュレス決済にも対応。壁にはサインがびっしり。主にローカル情報番組関係。こちら僕が頼んだ海鮮丼膳900円。こっちがマグロ食べ比べ丼1700円。作る工程がカウンターだと見えるんだけど、この桶にこれでもかと酢飯を詰めるところを目撃しました。なので持ち上げるとずっしり重くてかなりボリュームありそう。お醤油は先にかけちゃ痛いタイプです。脂のりのいいイワシの炙り、臭みゼロでめっちゃうまい。次に多分ビントロ。回転寿司でよくあるやつとはレベチ。身がねっとりしていてとても美味しい。酢飯は常温。正直熱い酢飯やご飯の海鮮丼って苦手。波の海鮮丼なのにウニも入っててなんだかお得。マグロの赤身と見せかけて中トロに近い部位。これもめっちゃうまかったです。お次にイクラ。これは街の回らない寿司屋でよく食べるやつ。
このビントロがマジでうまかった。ビントロってあんまり褒める機会ない気がするけど、サーモンは油少なめのさっぱりタイプ。これも好きなタイプだけど1枚マグロと交換しました。味噌汁はごく普通の味噌汁だけど普通にうまい。このマグロは分かりやすく半分中トロ。とにかくご飯のボリュームがすごいので、女性はご飯少なめを頼んだ方が良い可能性あり。静岡ってどこ行ってもお茶がうまい。ごちそうさまでした。テイクアウトもやってるらしい。高速道路挟んだところにあるこちらも来てみました。地元民はこっち行くらしい。スーパーに近い感じで確かに安くて質も良さそう。だけど確実にお土産で買えそうなものはない。あくまで近所に住んでる人向けって感じ。車に常時電源の冷蔵庫があるので買って帰るか悩んだけど諦めました。お寿司や海鮮丼も売ってるのでテイクアウト目的なら観光客でもこのお店ありかも。次回道民院エキスプレス掛川に宿泊。コスパ崩壊、うなぎが食べ放題。近所もお散歩します。お前先に星空も見に行きます。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもたくさん書いてください。ハイプも忘れずにしてくださいね。最後までありがとう。次回の動画もお楽しみに。またね。